僕のカウンターパートの陸軍中将がため息とともに漏らしたこの言葉が忘れられません。After all, we are just professional killers. 結局のところ、我々はプロの殺人集団に過ぎない。私としては、そのような思いで答弁をしているわけではありませんし、ちょっとその意図を、先生の思いを測りかねます。中東和平の実現に向けて、日本としてもさらに取り組みを強化してまいりたいと考えています。この技術が実は日本にあるんです。蓄積がですね。次に伊勢崎健二君の質疑を行います。伊勢崎健二君。まず小泉大臣、お父様が総理の時、私は政府代表としてアフガニスタンに送られ、米軍と一緒に働きました。戦闘が続く中、戦争犯罪の疑義を伴う事件が米軍自身によって引き起こされ、その対応が占領政策の命運を左右する、そういう現実を目の当たりにしました。対応に追われる中、僕のカウンターパートの陸軍中将がため息とともに漏らしたこの言葉が忘れられません。After all, we are just professional killers. 結局のところ、我々はプロの殺人集団に過ぎない。これは自虐じゃないんですね。自らが持つ殺傷能力の本質を直視し、司令官とし、法と倫理で統制し抜くという彼の使命感の吐露でありました。翻って日本です。自衛隊の訓練をめぐる人殺しの練習との批判、それへの大臣の反論が世論の対立を招いてしまいました。軍事組織は国際人道法という厳格な法的枠組みに制約され、その遵守こそがその組織の正当性の礎であります。この事実を国民に明確に示さないと、議論はいたずらに感情論へ流れてしまいます。そこで伺います。自衛隊の訓練が国際法に適合していることをどのような基準で点検し、国民に説明していくのか、具体的な手順をお示しください。小泉防衛大臣。まず、石崎先生には、父がお世話になったそうでありがとうございます。その上でですね、今、言及のありました、私の先日の答弁が、国民の対立を煽ったということにつきましては、私としては、そのような思いで答弁をしているわけではありませんし、ちょっとその意図を、先生の思いを測りかねます。ですので、その前提になって、問われてもですね、正確にお答えするのはなかなか難しいと考えております。伊勢崎健二君。私は先日の予算委員会で覚えていらっしゃるでしょうか。継戦能力における法的対処能力の不備を指摘しました。僕の質問はここなんですけれども、これ引き続きご検討ください。お願いします。茂木大臣、伺います。ご足労ありがとうございます。先週、私どもの超党派人道外交議連に、ガザ担当大使の大久保武さんを招きしました。この人選は素晴らしいと思います。他方、ガザの人道状況は依然深刻でありまして、停戦の実効性が揺らいでおります。その中でも、ハマスの武装解除がこれから最大の難関になることを、大久保さん自身も語っておられました。アメリカ流の力に任せた武装解除では、当事者の誇りや信条を損ね、抵抗を招きます。むしろ当事者が自発的に武装解除を選択する政治環境を整える仲介者が必要で、日本にはフィリピン、ミンダナオ、それとアフガニスタン、これ僕のプロジェクトでしたけど、ここにおいて対話と信頼に基づく武装解除を主導した経験があります。そこで伺います。ガザのために日本がこのような貴重な経験を生かす可能性があるでしょうか。あるとすれば教えてください。茂木外務大臣。確かにですね、和平を定着させていくと、こういった意味においてですね、対話の促進、さらにはですね、相互の信頼醸成と、これ、極めて重要だと考えておりまして、私も今年の1月、中東、
イスラエル、パレスチナ、訪問させていただきましたが、日本としてですね、双方と良好な関係を長年にわたって築いてきた、率直に話ができる、こういう関係も生かしてですね、信頼醸成、さらにはですね、最終的な二国間解決、このためにはですね、両方がやるべきことがあるんだと。イスラエルもですね、今の西岸の入植の問題であったり、またパレスチナの方のですね、PA の改革であったり、さまざま双方がやるべきことをやって、信頼醸成を作っていく、こういったことが大切だということも、率直に呼びかけてきたところであります。引き続きですね、ガザの統治メカニズムの問題もあります。そして、パレスチナの国づくりの支援の問題もあるわけであります。ここは大久保大使にも頑張ってもらいたいと、こんなふうに思っているところでありますが、そして日本が主導しておりますですね、パレスチナ開発のための東アジア協力促進会合、CPAD、これも最近はですね、CPAD という話をするとですね、海外の方も理解してもらえるだけでですね、広がってきていると、こんなふうに考えておりまして、こういった3つの柱を中心にしながらですね、中東和平の実現に向けて、日本としてもさらに取り組みを強化してまいりたいと考えております。伊勢崎健二君。ありがとうございます。ご案内だと思いますけれども、PA とハマスの間も信頼調整が必要なんですよね。多分これをやれるのは日本じゃないかなと僕は思っています。それと武装解除、ハマスの、これがネックになってきます。この技術が実は日本にあるんです。蓄積がですね。ぜひ僕もお手伝いしますので、よろしくお願いいたします。終わります。どうも。以上で伊勢崎健二君の質疑は終了いたしました。質疑の内容を整理するためにいくつか確認クイズを用意しました。全問正解を目指してぜひ挑戦してみてください。第1問、伊勢崎議員は自衛隊のような軍事組織の正当性の礎はどのような厳格な枠組みを遵守することだと指摘していますか？ A、独自の国内法、 B、国際人道法、 C、日米安全保障条約。正解は B、国際人道法。伊勢崎議員は自衛隊の訓練をめぐる議論がいたずらに感情論に流されないよう、軍事組織は国際人道法という厳格の法的枠組みに制約され、その遵守こそが正当性の礎であるという事実を国民に示すべきだと述べています。それが国際社会に対しても日本の防衛の正当性を論理的に示すことにもつながるのですね。昨今の厳しい世界情勢から、国際法のルールを無視する国がいるんだから無意味だという感情的な反発も理解できなくはありません。しかしそれは泥棒がいるから自分も泥棒になる、交通違反をする人がいるから自分も交通規則を無視すると言っているのと同じです。国家の運営をその場の感情に任せてしまえば、もはや国家ではなくただの俗に転落してしまいます。それは日本が築いてきた国際社会からの信頼を失い、孤立を招き、結果として日本を最も危うい状況に追い込むことになりかねません。議論を感情論で終わらせないためには、自衛隊の訓練がこの国際的なルールに適合しているかを客観的な基準で点検し、国民へ説明する手順を確立することが求められるのですね。第1問、正解できましたか？続いて第2問です。ガザの再建において伊勢崎議員は、日本が過去に主導してきたどのような技術と経験を生かすべきだと提案していますか？ A、対話と信頼に基づく武装解除、 B、経済制裁による武装解除、 C、国連主導の強制的な武装解除。正解は A、対話と信頼に基づく武装解除。当事者の誇りを損ね、抵抗を招く強硬手段を避け、
当事者が自発的に選択できる政治環境を整えることが重要だと指摘しています。日本にはフィリピンのミンダナオやアフガニスタンで対話と信頼に基づく武装解除を主導した蓄積があると言及されています。ハマスの武装解除という最も困難な壁に対し、日本ならではの仲介役を果たすこと、それこそが国際社会における日本の真の存在感を示すことにつながるでしょう。質疑の最後に伊勢崎議員が述べた「ぜひ僕もお手伝いします」という言葉、そこには党派性や私欲を超えた紛争解決と武装解除のプロフェッショナルとしての純粋な願いが感じられました。もし政府が党派を超えて彼の知見を活用する英断を下せば、それはガザの平和に直結するだけでなく、日本の若い外交官たちや議員が世界最高峰の武装解除の現場から直接学ぶかけがえのない機会にもなるはずです。さて、最後の問題です。準備はいいでしょうか。茂木外務大臣の答弁に登場した日本が主導しているパレスチナ開発のための東アジア協力促進会合のアルファベットの略称は何ですか？ A、ASEAN、B、NATO、C、CPAD。正解は C、CPAD。日本が主導するパレスチナの国づくり支援の枠組みであり、最近では海外でもこの略称だけで理解されるほど認知度が広がっていると茂木大臣が紹介しています。クイズは以上です。初めてのクイズ企画でしたが楽しんでいただけたでしょうか。全3問、皆さんは何問正解できましたか？ぜひコメント欄であなたの結果を教えてくださいね。全問正解の方はもちろん、難しかったという感想も大歓迎です。